今日はですね、ちょうどこの新潮フジテレビの正体という本をですね、出したんですけれども、これ別にフジテレビの話だけをしてるわけじゃなくて、堀江貴文の新フジテレビ論ということで、テレビ局にまつわるですね、芸能事務所との癒着だったりとか様々な問題を、もうこれ実は2002年か3年ぐらいからですね、フジテレビグループの創社が出してたスパというですね雑誌で連載というか何回か不定期でですね対談をしているものとかそういったものをまとめて2006年に出版しようとしたらライブドア事件でですね強制捜査食らいまして、その時に発禁というかですね出版しないことになってしまった「嫌われ者」って本があるんですけど、これをベースにして最近の私のフジテレビ関するですねお話とかをまとめた本でめちゃくちゃ面白いです。これもぜひ買ってほしいんですが、これをぜひ持ってきてほしいのが6月25日に行われる有明アリーナで行われるフジテレビフジメディアホールディングスの株主総会、ぜひ来てください。僕も行きます。必ず行きます。ということで、これまでですねフジテレビの本社ビルで行われていた、フジメディアホールディングスの株主総会なんですけれども、個人株主数がなんと6万人台に倍増したということで、多分僕の影響もあると思うんですけれども、多分入りきれないだろうということで、有明アリーナに会場を移してですね株主総会行われることになったと。まだ僕の手元にはないんですけれども、株主総会の招集通知がフジメディアホールディングスのホームページにアップされておりまして、誰でも見られる情報になっておりますので、ぜひ皆さん見てほしいんですけれども、なんとですね1株当たりの配当25円入りますので、僕もうん百万円の配当がいただけることになりました。それはいいんですけど、僕が買った時から株価もかなり上がっておりまして、そのまま議決権権利落ち日も過ぎましたけれども、いまだにある程度は僕も株主なので行っていきたいというふうに思います。ただですね、議決権持ち株比率みたいなものが同時に発表されておりまして、個人株主 30% 弱ぐらい、個人その他というカテゴリーで 30% 弱ぐらいになってるんですけれども、実はそこには、議決権名義書き換えを行ってない外国人株主が 7% ぐらい、そして8% ぐらいですかね、自己株式が入っておりまして、実質的に個人株主、純粋な個人株主 15% ぐらいというふうに言われておりまして、そのうち村上ファンドの野村彩さんですね、5% ちょっとぐらいなので、実質的に 10% ぐらい、純粋な個人株主、僕も含めた個人株主 10% ぐらい意外と少なかったなという印象でございます。そして外国人が 17%、そして法人とかが 2,3 割、そして金融機関も 2,3 割みたいな感じになってたんで、この辺の機関投資家の票の入れ方で大きく変わるのかなと思います。特にその金融機関だったりとか機関投資家っていうのは議決権の代理行使会社というか助言会社ですね、そういったところの意見を参考にするので、例えば女性の比率だったりとかもろもろの条件を見てですね、こっちは入れた方がいい、入れない方がいいなんてことを言っていくんで、どうですかね、株主提案の取締役12名、提案されておりますけれども、過半数を超えるのはちょっと難しい情勢かなっていうふうに思いました。実際僕もフジメディアホールディングスの取締役側の提案を見てみると、まず取締役の定員18名かなになってるんですけれども、それを減らしたいと、12名じゃ11名かな、少なめにしておりますということが書いてあったのと、女性の比率がまあまあ多い、4割ぐらいですかね、女性にしていたりとか、元ファミリーマートの澤田さんとかですね、割と企業再生とかでも経営手腕を振るったプロ経営者みたいな人たちもラインナップしてたりとかして、もちろん社内の人たちも入ってるんだけれども、社内の人たちも割とちゃんとした経歴で、今回の不祥事にはあんまり関連してそうにない人をうまいこと配置してきたなっていう。それと監査役的な役割を果たす取締役が最低3名必要であるということで、それもですね社内からしかそれを出してないということで、議案分けてるんですけど、第4号議案というところが最低3名はそこから決まる可能性が非常に高いということで、株主提案が過半数を超えるっていうのはなかなか難しいかなっていう情勢になってまいりました。なので僕は株主の方々是々非々で投票すればいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、またですね近づいてきたら個々人の取締役について深く議論をしながら、それこそ田畑慎太郎あたりとですね配信とかやったりしようかななんていうふうにも思ってますんで、ぜひ6月25日フジテレビの
株主総会、富士メディアホールディングスの株主総会、有明アリーナであるみたいなので、僕もちゃんと行きますので、ぜひ皆さんとそちらでお会いしましょう。ぜひこの本も買ってください。こちらの方もぜひいってらっしゃい。